はい、どうも、浦田です。最近ね、暑くなってきましたね。もう6月なのに30度を超える真夏日もね、出てきている今、暑さ対策はね、必須になってきてるかなと思っております。そんな中でね、今回、個人的にもちょっと気になっていたデバイス、ネッククーラーをね、ご紹介したいと思います。で、今回ご紹介するのは、こちらのデバイス。ランボー様より4月に発売されたばかりのアイスライトというネッククーラーになります。昨年ですね、話題となったアイス3の後継機になっておりまして、先代モデルからね、冷却性能をアップしつつ、さらにシンプルな冷却機能だけになったことで、軽量化もされて、かつ価格も下がったというモデルになっております。今日はね、こちらのネッククーラーレビューしていきたいと思います。はい、ということで早速ね、外観からご紹介したいと思います。こちらがですね、ランボー様のアイスライトというネッククーラーになっておりまして、少し大きめなね、ヘッドセットのような見た目になっておりまして、首にかける形状となっております。サイズはですね、縦だいたい22センチほど、で横が18センチほど、で高さがね、高いところで6センチほどとなっております。重量はね、約 530g ぐらいかな。525g となっておりますね。で、首にかける部分は、ここからですね、こんな感じでちゃんと開くようになっておりまして、でここは最大 14.6 センチぐらいまで幅広げることができるとなっております。で、インターフェースはね、すごくシンプルでして、ここにね、電源ボタンと、あと、プラスマイナスのボタンがね、ありまして、で、充電用にここにですね、裏面に USB Type-C の入力ポートがあるという感じですね。他はね、ボタン類はね、何もないんですよね。はい。そして、この内側の部分、ここがですね、冷却プレートとなっておりまして、ペルチェ素子を使用した冷却プレートになっているということでございます。なので、ここでね、吸熱しながらですね、通気口からこの冷却ファンを使って送風するといったような仕組みになっておりますね。はい、で、ペルチェ素子って何ってね、なる方もいるんじゃないかなと思っておりまして、自分もなったんで、ちょっと調べてみたんですけど、簡単に言うとですね、電流を流すと、片面で熱を吸収して、つまりね、冷却をして、もう片方で発熱するっていう半導体の一種になっております。この仕組みを使って、冷却がね、発熱を実現させるというわけでございますね。で、こちらのネッククーラーにもそちらが採用されておりまして、ここで冷却させたり、あと暖房機能っていうのもね、ついているものになっております。はい。で、そしてサイド、こちらですね、向かって左側に関してはディスプレイが用意されております。電池残量や設定温度等をね、ここで表示させることができますね。つけていながらはここ見れないんで、あくまでこの設定し終わった後にかけるって感じになるのかな。で、カラーに関しては、こちらのね、スノーホワイトとグレシャーブルーっていうですね、青色の2色展開となっております。で、肝心の冷却性能についてなんですけれども、カタログスペック上では、独自技術のアイスマックス、こちらに今ありますね、記載があるんですけど、このアイスマックスの効果もありまして、40度の高温時でもですね、体感温度を約23度に、いわゆるマイナス17度ぐらいですかね、下げてくれるなかなか高性能になっております。で、電池残量もね、6000mAh の電池容量がありまして、さらに AI によるバッテリー管理システムによって最長約16時間の連続稼働がね、できるので、外出先でも結構パワフルにですね、使用することができるのかなと思っております。充電もね、急速充電に対応しておりまして、約 1.5 時間でフルの充電が可能となっております。で、実際につけてみると、はい、こんな感じですね。まだね、電源入れてないんですけど、冷却プレートがちょっとひんやりしててね、もうこれでもいい感じかなと思います。はい。ではね、ちょっと電源オンにしてみますね。はい、ということで、ファンが回り始めましたね。本体側の操作に関しては、ここのプラスマイナスを使って、温度設定だったりとか、あとファンの強さ、送風の強さっていうのを切り替えることができます。本体操作の場合は、このファンの
操作はですね、3段階までできるようになってまして、ファンの風量をね、調整することができます。で、電源ボタンを長押しすることによって、ここね、ディスプレイの表示が変わるんですけど、ここによってですね、冷却モードや AI モード、あと自然風と暖房モードをね、切り替えることができます。そしてですね、別途スマホアプリを使っていただくことによって、この温度もね、個別で設定することができるようになります。このスマホアプリ上で、19度とかなってるところを20度とかに上げたりとか、これね、最大16度までかね、下げることもできますね。あと、送風もね、無段階でこれ調整することができますので、本体側のね、ファンの調整って3段階までしかできないので、結構ざっくり設定になっちゃうんですけど、スマホアプリだったら細かくね、調整することができるので、これね、なかなかいいんじゃないかなと思います。で、しかもその他のですね、モードとして静音モードだったりとか、省電力優先モードっていうのもあったりしてですね、スマホアプリを使っていただいた方が、いろいろと便利なので、これに関してはね、こちら使っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。でね、こちら実際に1週間ほど使用してみた感想になるんですけど、結論ね、結構快適にね、使えるかなと思います。最初ね、アプリの存在を知らずに初期設定でね、使用してて、あんま冷えないなとか、勝手に思ってたんですけど、いろいろと調べていく中で、アプリ設定でね、温度設定をしっかりと16度とかに設定したりとか、あと風速とかをね、好みの設定に変えることによってですね、かなり冷却プレートもね、結構しっかりひんやりしてくれて、外でだいたいね、30度ぐらいの時だったかな。で、使ったんですけど、その時もね、やっぱり汗あんまりかかずにですね、歩くことができて、かなり快適にね、使うことができました。で、送風もかなりね、パワフルでして、風速そこまで高くなってもいいかなと思います。はい。むしろ風速マックスにするとですね、強すぎるぐらいだなと個人的には感じました。で、ファンの駆動音っていうところに関しては、風速マックスにするとですね、ちょっとうるさいかなと思う感じでして、半分ぐらいでね、ちょうどいいんじゃないかなと思います。で、駆動音のテストもね、ちょっとやってみようかなと思っておりますので、どんな感じでね、ファンの音を聞こえるかっていうところを聞いていただければと思います。はい、ではね、今から駆動音のファンのね、音に関してチェックしていきたいと思います。このマイクを使ってね、音拾っていこうと思うんですけど、このあたり、耳の近くにですね、マイクを置いて、実際にどんな感じで聞こえるかっていうのを試していきたいと思います。ではね、ちょっと電源オンにしてみましょう。はい、今これがですね、風速だいたい 20% ぐらいに設定している段階ですね。かなり静かで、個人的にはね、これかなり快適に使えるんじゃないかなと思っております。では今からね、50% に上げたいと思います。はい、こんな感じですね。個人的にはこれぐらいがもう限界ぐらいかなと。通常利用するならね。じゃあここからね、風速マックスにしていきます。ちょっと風速マックスにするともうかなりですね、音はうるさいかなと思うので、これで使うことっていうのはあんまないかなと思いますね。はい、ということでここまでね、パワフルなネッククーラーアイスライドの詳細スペックについてお話をしてきましたが、ここからね、ちょっと気になる部分っていうところもお話をしていきたいかなと思います。2つほどありまして、1つ目がですね、風の当たる場所ですね。もうこれに関してはもう好みの問題になってしまうんですけれども、主にね、風が出てくる場所が、この、いわゆる上部のここの部分とですね、あと下にもですね、ここからですね、風が通る仕組みになっているんですけれども、実はこの下方向の風ってね、ちょうど首の下の、襟の部分にかかって、服の外からね、風が当たる感じになっちゃうんで、
あんまりね、風が当たってる感じがしないんですよね。なんか涼しい風が全然背中に来ないというか、というのがちょっと残念だなと思う部分がありました。で、あと、この上部からのね、通気口からのこの送風に関してもですね、構造上ずっと同じ場所で、自分で言うとこの耳の裏あたりから顔にかけてね、当たるような形になるんですけれども、長時間ずっと顔にね、風が当たってるのが、自分はちょっとしんどいなというか、違和感が少しありまして、こまめにね、風を弱めたりとかする必要がありそうだなというふうに感じました。長時間使う場合はっていうところではあるんですけど、ちょっとその部分がね、自分のところは使い方としてね、ちょっと気になる部分でございました。で、その気になる点2つ目がですね、この1つ目とちょっとね、繋がっちゃうんですけど、風がね、当たりすぎるのを避けるために、送風をオフにしてね、冷却プレート単体での使用っていうのをちょっとしてみたんですよ。そうするとですね、ペルチェ素子の仕組み上ですね、しょうがないところがあるんですけど、片目の熱を取ってくれるものの、その一方、片方はですね、発熱をしてしまうんですよね。なので、ファンを回していれば、そこの熱も排熱できるんで、うまくね、機能するんですけど、送風をオフにして、この冷却プレートだけで運用しようとするとですね、この辺に熱が溜まっちゃって、排熱がうまくいかなくてですね、結構あったかくなっちゃうんですよね。効果が半減しちゃうというか、冷却プレート側のね、涼しさもちょっと半減しちゃう結果になっちゃったんで、その使い方はできないんだなというところが少しね、残念な部分ではありました。ただそこはもうね、もともと送風と冷却を使って、2つを使ってね、冷却する仕組みになっているんで仕方ない部分かなというか、本来の使い方ではないのでしょうがない部分ではあるんですけど、ちょっと送風をし続ける必要がね、あるんだったら、この風が当たる場所をね、ちょっと向きをね、この辺で変えれたりとかする機構があればなお良かったかなというふうに思いました。でもこの辺もですね、使い慣れていけば自分に合った風量とか冷却温度っていうのを見つけていけるかなとは思うので、要は使い方って感じですね。はい。細かい話ではあったんですけど、ちょっと気になる部分としてね、2つほど挙げさせていただきました。はい。今回はですね、こちら、ランボー様の新しいネッククーラー、アイスライトをレビューさせていただきました。個人的にはね、このスタイリッシュなデザインと、しっかりとした冷却性能で、使い勝手はね、結構いいんじゃないかなと思っております。先代モデルと比べてね、安くなっているとはいえ、ちょっといいお値段にはなっております。ただその分しっかりと冷却してくれるので、この冷却性能を求めている人には結構おすすめできるんじゃないかなと思います。外出がね、多い方、これから暑い時期にはですね、ぜひチェックしていただきたいと思いますし、自分はね、今後、外での撮影とかなんかにね、使用できればいいかなと思っております。はい。こちらのチャンネルでですね、こういったガジェットの紹介や撮影機器のレビューをさせていただいているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。